were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. And one day she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. And maybe I'll call you my sweetheart, and promise nobody can steal me away. Then I am yours, 'cause I want you and I wanted you to know. どうも、PTV のひろです。みはちんです。今見ていただいた映像は、はい。こちらのレンズ、ソニー純正の FE35mm、はい。F1.8 という、レンズをソニーさんの方からお借りして、はい。今回動画も撮ったし写真も撮りました。はい。で、このレンズを使った感想をうんお伝えできればと思うんですけれども、はい。個人的にはうん。何でもいける。そうだね。遠くの景色撮っても綺麗だし、し近く撮っても綺綺麗だ麗だし。し、うん。本当にね、例えばテーブルフォトみたいな、うんうんうん。テーブルでなんかこう簡単に料理を撮ることもできるし、もう景色を撮ることもできるし、で焦点距離が 35mm で、最短撮影距離が、22センチっていう好評なんだけど、はい。もう体感としてはもっと寄れる。そうだね。ずっと寄れるうん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 むしろでこんなに寄れるの。はい。すごいもうね、俺ね撮りながらこれ見本地にぶつかっちゃうんじゃないかって思ったぐら本当いに近か近くまでやっってたね。ね。でこう見てもらうとそのまつげの一本一本まではい。見れると思うんだけど、ここまで寄れるし、うん。しかも寄りながらも綺麗に撮れる。そうだね。うんうんこれはすごいね。うん。ではここからもはるか遠くまで撮れるっていう何でもいけるレンズというふうに感じました。はい。はい。で一応軽く他のスペックを言っておくと、このフィルター径が 55mm はい。で重さが 280g。うん。軽いよね。そうだね。ううんん。でやっぱり軽い方が楽だと思う俺。だと思う。なんかやっぱ街中歩いてて重いときついからね。そう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 。大体その280とか全然気にならないんだけど、700ぐらいを来るとレンズが俺ちょっとねきつく感じるんだよね。そうだね。こう街撮りとかしてて、結構歩くじゃんやっぱ、そうなってくるとなんかちょっとね疲れを感じるやっぱり。確かに確かに。でもそれはそうそう。それはもう280っていう重さでは感じないし、で傍から見たらさ大体 300g だとして 300g と 700g って 400g しか違わないじゃん、そんなの大した差がないって感じちゃうけど、やっぱレンズってさこのカメラの先端につけるじゃん、だからねこう単純にその重さを持つわけじゃなくてこう持ってここにその重さがぶら下がるって感じだから、結構ねその数百グラムの差がねこうねドスンとくるんだよね。そうそうだからやっぱ軽いに越したことはないと思うし、280g っていうのはもう扱いやすい重さに感じました。でこの 35mm っていう価格はなんか、自分が撮ってて思うんだけど、すごい使いやすい価格っていうか、もちろんポートレートも全然撮れるし、そうだね。それでなんて言うんだろう、これより広角だと 24mm とか、その辺のレンズがあるけど、やっぱりそういうのにはそういうのの良さがあるけど、その 24mm とかの広角よりも被写体に力強さが加わるイメージなのね。あー確かに。そうだから単純に広角であれば広角であるほど、なんか自然の風景がバーッといくけど、もう被写体に対する力強さみたいなの、っていうのは 35mm がねすごいね出てくると思うんだよね。そうだね。でこのレンズ、ここでボタン1個でオートフォーカスとマニュアルフォーカスが変えれます。はい。で写真は僕はマニュアルフォーカスにもハマってるので、そうだね。マニュアルフォーカスで撮ったんです結構写真を。でその時に驚いたのが、こう写真を撮る時に、これマニュアルフォーカスします。でここのフォーカスリングを回すと、アップされてファインダーが、すごいシビアにピントが合わせられるんです。そうだね。そうそのF 値がさ、低くしてさ
明るくしてさボケ感を多くすると、うん、ピント合わせがシビアって言ったじゃん。あ、うん、でもこれそのシビアさが解消されるんだよね。そうだね、すごいよね。こんなアップで、うん、どこにピント合わせるかがうんぴったりいって、うんその上で写真を切るから、うん、ピントずれってことはなかった。だかそうだね、なかったマニュアルフォーね。カスでらすごいな、すごい便利だったなと思ってそれは。なんか街中やってても、うんそのもうビルの窓一個一個にピント合わせられたりとか、すごいと思って。もうどこにピント合わせるかでも変わってくるからね、そうだね、印象がね。ということで、まあ、撮ってきた写真を、見ていきたいと思うんですけど、はい、で、まあ、ポートレートも行ったり、うんうんうん、で、まあ、コーヒーカップのこのぐらいまで近くますでごいよね、寄れるの、こんな寄れるんだと思って、ね、これはもう絶対22センチ以上寄ってるなっていう体感としてはね、まあ、それはインナーフォーカスっていうのは関係してるかもしれない、このレンズの。そしてこうなんて言うんだろう、すごくねこのレンズ使ってて思ったのが、こう街角の写真が何を撮ってもハマるっていうか、そう、なんかもう些細な写真、もう街の隅っこに咲いてる小さいお花でもすごい美しく撮れるし、なんか橋ですら美しく撮れるし、なんかもう目にちょっと止まったものをとりあえず撮りたくなっちゃうレンズ。あとなんか街灯とかもすごい綺麗に映るし、そうだみたね。いな。やっぱり自分が僕今ハマってるところが、そのマニュアルフォーカスの機能ハマってるのが、自分でピントを合わせられるってところで、こうさ観覧車を見てるみほちんがいるじゃん。はい。まあ観覧車を見てるみほちんの観覧車に焦点を当てた写真と、その観覧車を見てるみほちんに焦点を当てた写真、全然雰囲気変わってくるよね。変わってくるよね。このどっちをメインに持ってくるかで、そうだね。と、まあ両方撮る写真みたいな。こういうのが簡単にできるんですね。そうだね。夕日を撮るとき、まあ夕日以降はちょっとね、カメラ側の設定をちょっと変えたんだけど、今まで撮った写真に関しては、全部加工してないのね。はい、無加工です。そう、この後も加工はしてないけど、撮る際にカメラ側でちょっと設定を変えたりしたの。で、まあ、どう変えたかっていうと、クリエイティブスタイルっていうので、まあ、夕方の景色を撮る設定にしたのね。それで撮りました。夕方のなんていうの、ドラマチックさが出る、写真になってると思うんですけど、どうでしょう。すごい綺麗だよね。その中でのポートレートもすごいハマるというか、でこう街角のなんか一角を撮るっていうのもすごく楽しい。何撮ってもいいんじゃないかなって本当に思っちゃうぐらい。景色もすごい美しいし、街角はちょっとレトロな感じに映るし、とにかくこう写真をいっぱい撮ってきました。そうだね、もう撮るの楽しかったね。でこういうなんて言うんだろう、網を撮るとするじゃん、こう内側から外の網を撮る、これは当然オートフォーカスだったらこう撮れる、そうだね、オートフォーカスでもこう撮れるんだけど、網の外に焦点を合わせた写真っていうの、これはねオートフォーカスだとちょっと難しいんだよね。そうだね、どうしても手前のに合っちゃうからね。手前とか黒いものに、まあ、近場にフォーカスが合いやすいから、それを素通りして遠くにフォーカスを合わせるっていうのがちょっと難しいんだけど、マニュアルフォーカスも回すだけだから、っていうのがやっぱり面白いね。面白かったね。写真の面白いところです。あと夜景ね。で夜景はね普通に撮るとちょっと難しいんだよね、やっぱり。やっぱ暗くて照明が明るくてっていう。そうだね。カメラがどっちに反応していいか分かんなくなるから、カメラ側でまた設定したんですけど、まあ、ISO感度っていうのをオードじゃなくて100から、まあ、100だね、今回100で撮りました。でそうすると、まあみほちんは何のこと言ってるか分かんないと思うけどシャッタースピードっていうのをすごい遅くするわけね。そうしないと光が取り込めないからなんだけど、そうすると手ぶれをするの。だから三脚を使って撮ってます。そう三脚を使って手ぶれがしないようにして撮って、でまたちょっとそのクリエイティブスタイルってやつで、まあ、夜景を選んだり、ホワイトバランスもまあそのままで撮ったこともあるけど、オートで撮ったこともあるけど、蛍光灯を撮る時に向くような設定にして撮ってます。でこの辺のこのみなとみらいの夜景、すごい綺麗。やっぱり F1.8 っていうことで、どれぐらいの夜景が撮れるんだろうって、気になると思うんですけど、これぐらいの夜景撮れます。
すごいね。すごいね、もう綺麗って思うもん。うん。まあっていうかみなとみらい夜景綺麗だね。うん、夜景でってもそれがそのまんまカメラに映るっていうのがすごいよね。あ、そうだうね。ん。何でも撮れるんだよ。ただ唯一、まあこれちょっと俺の気のせいかなぐらいの程度なんだけど、スローモーションで撮影してる時にちょっとオートフォーカスが遅いかなってちょっと思ったことが何回かあるかなぐらい。本当にそれぐらい。でまあもちろん、もっと画質が良くしたかったり、いいレンズがいいってなったらそれはもうスペック上げて、それこそ次発売する35mm の G マスターが出るじゃないですか。もうそっちの方が当たり前だけど画質はいいけど、まあ、その分値段がいくよっていう感じで、これは今現在だとソニーストアで69,000ちょっとで、プラス税消費税で、買えるんで、まあ、価格の差はすごいあるじゃん。そうだね。G マスターと比べたら、だからね、まあ、ソニーの公式のホームページも書いてあるみたいに、本格的な写真が手軽に楽しめる、小型軽量な、フルサイズ対応のレンズだと思う。本当にそうだね。でやっぱりさ、俺ね本当にカメラって本当に面白いなと思って、レンズを変えるだけで、こんなにも作品が変わるのかってね、自分でね思っちゃうぐらい、本当になんかいろんなレンズ使ってて面白いんだけど、まあ、今回実際撮ってみて、もうこんな近い距離から、もう街中の距離、それ景色まで行けるっていう、すごいね、いいと思う。本当にいいと思う。ということで、今回ソニーさんからレンズをお借りしてレビューさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。よっぴー TV でした。